本来一人一人感覚っていうものが違うものっていうのを思ってもらうのが最終目標というかゴールであって、人の色の見え方って証明しきれないですもんね。なんか本当はみんな違うんで、僕の絵と出会ってくれた時とか、そういう機会を与える、フックになればなっていうくらいです。今回のピックアップアーティストは黒坂優さんです。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。黒坂優さんです。シャワーなど日常的なモチーフを意図的に違和感を覚えさせるような方法で絵画に取り入れ、それによって現実味、リアリティを意識させる作品を制作しています。ご自身は D 型色覚という色覚多様性を持っておられ、それを背景にしていることも特徴です。2018年には四谷に共同のアトリエ施設を備えたアーティスト主導のスペース、四谷未確認スタジオを設立しました。また2019年にはシェル美術賞にてグランプリを受賞されています。早速 D 型色覚というのはどういう、一般的には緑に関わる色覚、緑を感じることがちょっとずれるというか、緑が単に見えないというわけでもなくて、さまざまなことに影響してきていて。今優さん的にはこれは何色に見えてるとかあるんですか？そうですね、なんかじっと目を凝らしてみると緑かなとか、やっぱピンクかなとか、ちょっと青みがあるかなとか、なんかそういったことを、単純に感じるだけなんですけど、例えば赤色と緑色が僕にとってすごく近いもので、赤と緑が例えばセブンイレブンのサインとか、ああいうものが何色って言われるとすごく困るんですよ。だからそういう共通してこれは何色だっていうことが、僕からしたら、その共通言語がないので、自分はこういう色に見えるっていう言い方をいちいちしていかないというか、伝えづらいっていうのがありますね。人の色の見え方って証明しきれないですもんね。あれが赤だ、これが赤だって言っても、どういう赤かって結構人それぞれ結構違かったり、それは単純にもう視覚の話だけじゃなくて、どういうふうに知覚してるかとかっていうのもすごく影響されるだろうし、なんか面白いですね、やっぱ色のそういうお話っていうのもね。そうですね、一般的にその、絵を描くって言ったらある色彩だったり、もちろんモノクロとかもあるけど、でも色彩に関わることが多い中で、色覚多様性ですかっけ、そういうものを持っている優さんがあえてその絵画に向かおうと思ったその動機というか。共感をしてもらったりだとか、なんかその相手のことを考えつつ作って、それをまた相手に返すっていうようなことがもともとはやりたくって、でデザインの世界ちょっと志してたんですけど、どうしてもやっぱりその自分が見てる世界と、多くの人が見てる世界が、大きな違いがあるので、美味しそうな赤って言われた時に、そのクライアントが言った赤と僕が想像する赤が違うので、やっぱそこでどうしてもちょっとその時は難しいなって感じてしまって、でそれで油絵っていうものに出会って、そこでは印象派もう100年以上前の時から各々の感覚で表現していいっていう世界に開かれたというか、そういう歴史がありつつ、今で言っても変な色を使ってるねとかそんな言われることはないですね。それでちょっと自分の感覚が認められたというか、そういうことを、体験として得たので、そこから割と自分の感覚というものを信頼して、仕事ができるっていう方で美術というか、その表現する道を選んだっていう。なるほど。
自分がこう世界をこう近くしている色というか、その色覚の感覚を、そのこう落とし込んだ時に、その他の絵画でも全然その色覚の感覚、全然赤いはずのものを全然赤く描かなかったりする人たちなんか全然いっぱいいるじゃないですか。なんか自分がこういうものなのですと説明しないと、そうこうなんか反映されてこない感覚もあるんじゃないですか。逆に言うと、なんかその辺のなんていうかバランスというか、なんかどう考えてたりするんですかね。もともとカミングアウトというか、こういう色覚ですっていうことを言ってなかったんですね。そう言ってしまうと、一種そこでフィルターがかかって、見えてるものが違うんだっていうふうに思われるっていうことを避けてきたんですけど、でもある時もうそこはもう絶対に挟んでおいて、っていうことをすると、本来一人一人感覚っていうものが違うものっていうのを思ってもらうのが、最終目標というかゴールであって、で、そのステップとしてその色覚の型が違う、見えてるものが、僕とあなたでは違いますっていうことをもう少し大きな塊で説明したいなと思ってやってるんですね。だからもう最終的に自分が違う見方をしていてとかいうこうプレゼンテーションをしたくなくて。そうですよね。当たり前ですもんね。そんなこと本来は。なんか本当はみんな違うので、絵を教えるとか、感想を共有するとか、そういう時にも、そういう意識がやっぱり刷り込まれてほしいというか、それはもう小さい時からなのか、それが無理だったら大人になって、僕の絵と出会ってくれた時とか、そういう機会を与える、フックになればなというぐらいですね。物の大きさとか、なんかその違和感っていうのをそのもっと具体的にこう示してる絵とかも多分あるんだと思うんですけど、そうですね。なんか逆説的だよね。本来この形、この大きさ、このコンポジションであるべきものがなんか全然違う風に見せてるっていうのも、こういう見え方やってあるんやでっていう、なんか普遍的というかよく目にするものだからこそそういう風にずらすっていうような、なんか徹夜した後とかなんかすごく酔っ払った後とかの状態って何か発見がある時もあると思うんですよ。なんかやっぱり普段の見え方と違うから、なんかそれをシラフの状態というか強制的に引き起こすとか、僕は割とピカソの絵を美術館で見た時にそれを味わったことがあって、もうすごくこう真面目に美術館に来て勉強しようと思って行ったのに、割となんかそこで酔うというか、通常の世界の認識と違うっていうのをまさに味わって、絵はこういうことができるんだなと思って、僕は僕のやり方でなんかそういった状態に、させる機会を与えるというか、そういうのはなんか仕事かなという。シンプルなものであればあるほどその意味がぶれるなと思ってて、包丁って言っちゃえば刃物で凶器にもなりうるし、一方でその人間の命を支えるものでもあるし、なんかそういう両義的なものとか、なんかその結構原始的な機能を持ったものっていうのはなんかそのブレが大きいので、色と似たような感覚で扱うことが多いですね。なんかちょっとだけこう疑いの心を持つっていうとなんか社会に悪い影響を与えそうですけど、ちょっとこう考えるというか、世間がこう捉えているというよりも自分自身が本当にその見えた世界に対してどう感じているのかっていうことを問い直すきっかけみたいな。面白いですよね。だってその色の見え方も他の人がどう見えてるかって絶対経験できない体験できないわけじゃないですか。でもそれをこう作品を通して疑似体験というか、気づくきっかけを得られるみたいな。これからの展望をそうですね、最後にお伺いしていいですか。感覚をずらすとか、そういうことをやってるんですけど、絵でできることにも限りがあるなというふうには今のところは思っていて、なのでなんか体験としてそれが感覚的に分かるっていうのはどういうことかっていうのは、例えばもう建物全体を作ってしまってもいいし、それが街なのか、そういった割と実用的なというか普段本当に生活している範囲で、
なんか効果を与える仕事ができるかなっていうふうに思っていて、もう絵だけに限らず、造形だったり、そうですね、空間に対してだったりだとか、もともとデザインの道を志してたのもあって、割とそういう実用されるものでの効果っていうのにはかなり関心があるので、そういったところにアクションしていきたいなと、楽しみですね。本日はありがとうございました。ありがとうございます。黒坂優さんの作品はMeet Your Artのオンラインショップで特別販売されますので、ぜひチェックしてみてください。以上、ピックアップアーティストでした。ありがとうございました。ありがとうございます。